皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の南シナ海での侵略を解説します。中国の南シナ海での侵略は、中国が経済力を発展させるのに伴ってエスカレートしてきています。南シナ海のそのほとんどを中国のものだという主張を行い、その主張に基づく形で、もともとは小さすぎて人が住んでいないような小島を占領し、大規模に埋め立てて、兵士が駐屯できるように基地化するといったことを行ってきています。そうすることによって、島は中国のものであり、ここが我々の領土なんだから、それに付随する形で、領空、領海も中国のものであるというような主張を行っています。今回の動画ではその新たな動きが報じられているので取り上げていきます。合わせて中国の侵略に伴って圧迫されているフィリピンやベトナムの動きなどについても解説しましょう。まずは場所の確認。今回中国が占領したぞ自分たちのものだと主張している報道が出たのは、Google マップの赤いマーカーが付けられている場所にあります。上空からの写真が AFP 通信で掲載されていました。この場所については、SAS という表現を行っているところもあれば、省と付けるところもあります。名称としては、鉄線省もしくはサンディ省というふうに表記がなされています。これは中国側の呼び方と英語名が併記される形となっています。BBC の記事より中国、南シナ海の小さなSASを掌握したと主張。この記事冒頭にあるのは中国海警局の4人の局員が中国国旗をサンディ省で掲げている様子です。中国国営メディアは中国海警局が南シナ海の小さなSASを掌握したと報じた。南シナ海の領有権をめぐっては中国とフィリピンの対立がエスカレートしている。中国国営の中国中央電子台 CCTV は南シナ海の南沙諸島のサンディ省で黒ずくめの4人が中国国旗を広げている画像を公開した。中国は今月初めに海洋管理を実施し、サンディ省における主権的管理権を行使したという。中国とフィリピンは南シナ海の陸地とその周りの海について領有権を主張している。これに対してフィリピンは同海域の3つのSASに当局者が上陸したと発表。中国側の画像を真似てフィリピン国旗を掲げる画像を公開した。フィリピン側が対抗して掲載した写真がこちら。フィリピンの沿岸警備隊の隊員と軍の兵士が合同でフィリピン国旗を掲げています。中国とフィリピンの対立はエスカレートしており、船舶の衝突や小競り合いが頻発している。サンディ省はフィリピン軍の前哨基地があるパグアサ島の近くにある。フィリピン政府はこの海域での中国の動きを追跡するためにパグアサ島を使っていると報じられている。面積約200平方メートルのサンディ省を中国が恒久的に占領していることを示すものはなく、報道によると中国の海警局職員らは国旗を掲揚した後去ったとされる。今回の動きにつながった背景として、米軍とフィリピン軍がバリカタン演習と呼ばれる戦争を想定した毎年恒例の軍事訓練を実施している最中に、中国は今回の動きを見せた。中国はこの訓練を挑発行為だと批判している。合同訓練は今後数日間続き、約1万7000人の隊員が参加する。フィリピン北部の沖合でアメリカ海兵隊防空統合システムのミサイルが発射された。同システムの実弾訓練は今回で2度目で、フィリピンに配備されたのは初めて。今回の訓練ではアメリカの無人地対艦ミサイル発射車両ネメシスも使用される予定。今回の訓練はアメリカが長年この地域に提供してきた軍事支援をトランプ大統領が覆すかもしれないという一部の同盟国の懸念を和らげている。まず第一に、中国とフィリピンとの国力や軍事力の差について解説しておきます。中国は近年になってその経済力が非常に発展しており、それに合わせて軍事力もどんどんと拡大を続けています。一方においてフィリピンは少しずつ改善はしているものの、経済力の発展はそれほど勢い良いものではありません。長い間貧困に苦しんでいる状態が続いてきた国であり、中国と比べた場合において経済力は非常に離れています。比率で言えばフィリピン1に対して中国は40。1対40です。そして経済力の差は軍事力の差にもつながります。軍事予算であればフィリピンを1とした場合、中国の軍事予算は60です。そして軍事予算が違うのであれば、当然のように海軍力や空軍力においても凄まじい差が現れます。例えば空軍力で言えばフィリピン軍には韓国製の FA50 という軽戦闘機しかありません。しかも機数としては12機を購入し1機が墜落事故により失われ、
11機しかありません。一方において中国空軍は戦闘機数が1200機程度あると言われています。差としては100倍あります。また、海軍力についていっても、その差は歴然としています。世界の造船力トップ3は中国、韓国、日本であり、フィリピンは大型船舶を作る能力が欠けています。そのため海軍においても予算がない上にそのように造船力がありませんから、基本的には沿岸警備隊をちょっと強化したぐらいの規模しかありません。そういったこともあって中国は南シナ海においてフィリピン側に対しては非常に強気に行動を展開しており、フィリピンの沿岸警備隊を蹴散らそうといった動きを毎回のように行っています。ただし注意しなければならないのは、中国はフィリピンに対して圧倒的に優位ではあるものの、最後の一手である軍事侵略そのものは行っていません。例えば今回島に上陸したのは海警局であり、これは軍隊ではないという前提で話を進めています。また、フィリピンは決して孤立しているわけではありません。フィリピンはアメリカとの間において相互防衛協定を結んでおり、もしも軍事力を持ってフィリピンが攻撃された場合には、アメリカがこれを支援するという条約を結んでいます。ただし実際に助けてくれるかどうかはわかりません。トランプ大統領は常々自分の国は自分で守れ、そのための予算をしっかりとそれぞれの国が用意すべきだという話をしており、そのお金が用意できない国はアメリカは助けないと公言しています。ただし、この言葉がどこまで信用できるかどうかすらわかりませんので、迂闊に攻撃をするわけにもいかないでしょう。そして、フィリピン自身も少しでも中国に対抗しようと少ない予算の中から軍隊の整備を進めようとしています。例えばその一例として、アメリカから戦闘機を買う話が出ています。先ほども述べたようにフィリピン空軍は非常に貧弱で、韓国製の軽戦闘機を11機しか持っていません。これではまともな警戒活動もできず、とてもではありませんが、中国に対して威圧をかけることもできません。そこで導入が決まったのが、アメリカ製の F-16 戦闘機、それも最新バージョンです。機数としては20機程度ですが、たとえ数が少なくても、アメリカから長射程のミサイルを購入すれば、戦闘機やもしくは中国の軍艦に対しても警戒されるものであり、ないのに比べればかなり状況が改善します。あくまでも抑止力ではあるものの、今の状態であれば、その抑止力すらないのですから一歩前進だと言えるでしょう。一方で、同じようにして南シナ海において中国の圧迫を受けている国がベトナムです。ベトナムにおいても自分たちが領有を主張している島に対して中国が乗り込んでいて島を埋め立て拡張し軍事基地化するといった行動も起こしています。こうした行動をさらに悪化させないためにも、ベトナムは中国に占領される危険性のある島に関しては、同じように自分たちも島を埋め立てて軍隊を駐留させるような行動を始めています。現状、南シナ海において戦争が勃発しているわけではありません。そして、現状の中国に対してフィリピン軍から攻撃するといったことは自殺行為であり、実際にすることはできません。そのために、いかにして外交上において抑止力を得るか、戦争その前の段階において少しでも抑え込もうという動きが広がっています。そもそも今の国際情勢下においては、軍事力を行使することに対するハードルがどんどんと下がってきてしまっています。ロシアによるウクライナ侵略に伴って、例えばロシアはクリミア半島やウクライナの東部南部4州について占領を行っています。これに対してトランプ大統領が今何を言っているかといえば、クリミア半島については占領期間がもう長くなっているのだから、ウクライナはその領土権を放棄し、ロシア領として認めるようなことを求めています。もしもこの論理といったものを南シナ海に当てはめた場合においては、中国による侵略に伴って占領埋め立てが終わった島については、もう中国の管理下に長く入っているのだから中国領にしてもいいじゃないかみたいな話がアメリカ側から出るような話になってしまいます。このようなことになれば、領有権を主張しているフィリピンやブルネイ、インドネシア、ベトナムなどの国々は自分たちの意見を全く無視してアメリカの力の論理によって従わなければならないという無茶苦茶な話になってしまいます。このような大国の軍事力をもとにして領土権を主張し、それを認めさせるといった行為は弱肉強食の世界を生み出すものであり、そうならないようにと国際法をみんなで守りましょうという秩序を求める動きといったものがこれまでは大事にされてきました。中国による侵略は言語道断な行動なわけですが、残念ながらそれを今アメリカが推し進めようとしているのは見逃してはいけない
国際情勢の変化です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。中国の南シナ海における領土拡張の行動は以前からずっと続けられてきました。今回そこに新たな一歩が踏み出されています。この地域においては中国に対抗できる国はなく、そのために中国は徐々にではあるものの自分たちの実効支配を拡大し続けています。話し合いさえすれば平和が維持できるといった考え方をしているのは現実を無視している実例だと言えるでしょう。自分の国を守るためにはまずは自分自身も国防力を高める必要があるし、また自国の力だけでは守れない場合においては他の国々との連携を深めていくことも重要です。南シナ海における中国の行動といったものはそのような現実主義に基づいた安全保障を考える重要さを見て取ることができます。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも動画を見終わった後に評価ボタンのクリックと他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。